こんにちは、青22号です。タミヤのトヨタガズーレーシング TS050 ハイブリッドを作っています。ボディ周りを組み立てていきます。説明書ではパーツごとに塗装しながら組み立てていくような順番になっていますが、塗装のしやすさから考えると、やはりある程度組み立ててからの方がやりやすいことは確かです。しかし、あまり組み立てすぎてしまうと、マスキングするのが大変になったり、組み込めなくなるパーツが出てきたりするので、どこまで接着するかは慎重に考えておく必要があります。接着には流し込み接着剤の SP を使っています。ここはバルクヘッドなどを仕込む必要がありますが、特に加工はしなくても後はめが可能です。このてっぺんの部分は今は接着しないでおきます。これは後でリアカウルとの接着をするときに合わせやすくするのに必要だからです。次にサイドポンツーンを接着していきます。接着にはゴム系接着剤の G クリアを使っています。SP ではなく G クリアを使うのは、接着剤がはみ出てきた時のリスクを考えているからです。今接着しているところの合わせ目は、接着後もディテールとして残しておく必要があります。ギュッと合わせた時に接着剤が溢れてきても、G クリアだと取り除くことができるためです。SP などのプライオ接着剤だと、プラスチックを溶かしているので、完全な原状回復は難しくなり、最悪の場合、筋彫りを彫り直す必要が出てきてしまいます。しかし、サイドポンツーンを接着したら、再び SP を使います。黒く着色された SPB を使っていますが、映像としての見やすさを考慮しただけで、特に意味はありません。ここははみ出てくるリスクを踏まえながらも、速乾性を重視して SPB を使っています。コックピット部分を少し広げた状態でリアカウルとぴったり合うようになっているので、左右の片側ずつ接着していきます。てっぺんの部分を接着しなかったのは、広げた状態にするときにテンションを逃がすために必要だったのです。そしてノーズの一部も接着してしまいます。このパーツは1台目を作ったときは、フロント部分側に接着して作業を進めたのですが、その方法だと完成間近の段階になって、フロントサスペンション周りのパーツを組み立てるときに、そのままでは組み込めなくなるパーツが出てきます。その時はダブをカットするなどして強引に組み込みましたが、あまりいい段取りと言えるものではありませんでした。今接着したところの合わせ目を消していきます。まずはペーパーを消してある程度状態を整えておきます。ペーパーはタミヤフィニッシングペーパーの600番で水溶きをしています。次にパテ盛りですが、タミヤのイージーサンディングを使います。ごく微量を使うだけなので、紙などに一旦出して竹串ですくって少しずつつけていきます。たくさんつけるとその分削る量も増えます。いかに不要な部分は後で削るといっても、不必要にたくさんつけるメリットはほとんどないので、チューブから直接塗ったりといったことは避けるようにします。塗り終わったら効果促進スプレーを使って一気に固めます。ちなみにこのスプレーを使うのと使わないのとでは、硬化後の硬さが変わります。硬化後はある程度デザインナイフで削っておきます。イージーサンディングは通常の瞬間接着剤よりは硬くはありませんが、それでもペーパー開けするときに多少な削れにくさはあります。硬化後にいきなりペーパー開けに入るよりも、デザインナイフである程度削った方が平面にしやすくなります。瞬間接着剤などの硬化後に硬くなるものをペーパーでやすると、相対的に柔らかい周りのプラスチックが先に削れてしまって、なかなか平面にならないことがあります。イージーサンディングは硬化後の硬さを比較的柔らかくすることで、そういったことを起きにくくしているわけですが、それでもあまり過信していると、周りが先に削れてなかなか平面にならなくなることもあります。合わせ目処理の次は塗装に入りますが、通常のカーモデルとは違って、いつも持ち手としている空き瓶を取り付けにくい形をしているので、スチレンボードを適度な大きさに切ったものを両面テープで固定します。ボディの裏側は瓶を固定するだけの平面がないので、このスチレンボードに仲立ちをさせます。ところで両面テープはニトムズというメーカーのものを使っています。現在何社かいろいろな両面テープを試しているところなのですが、このテープは値段が他のメーカーより比較的安い割に粘着力は強力で便利です。持ち手が整ったところで白を塗っていきます。まず最初の段階ではエアブラシを少し離し気味にして、ひとまず全体を手早くカバーしていきます。最初にごく薄く塗ると乾くのが早いので、それが足付け代わりになります。
今回はサーフェイサーなしで直接塗っているので、そういった下地を作っておく必要があります。塗装はそのまま続けて徐々に距離を縮めていきます。成型色が白の上から白の塗装をしているので、どこまで塗ったかが分かりにくいのですが、光を反射させて表面の光沢具合を確認することで大体の塗った量を把握します。そして最後の段階では少し移動をゆっくりめにして拭くようにして表面がツヤになるように塗っていきます。リアフェンダー付近とコックピット後ろの間など形状的に砂拭きになりやすいところは重点的にチェックしながら塗っていきます。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。